こんばんは、ボスケです。今回はスタークエストがね、自動追尾できるこの装置、モータードライブを開封したいと思います。よろしくお願いします。はい、それではいつも通りミュージックスタート。開封しました。中にはね、このようなものが入ってます。これがね、モータードライブです。これ以外のね、付属品としては六角レンチとボルト2本ですね。もうこれさえあればね、工具不要で取り付けられるということでしょうか。それではね、組み立ててみたいと思います。はい、それではね、スタークエスト赤道儀部分を外していきましょう。こうすればね、外れますのでね、バランスウェイトも外しておきましょうか。あと微動ハンドルも外しちゃいましょう。はい、とりあえずね、赤道儀がね、身軽になりました。これがね、スタークエストシリーズについている赤道儀なんですけれど、今日紹介するね、このモータードライブは AZEQ アバントというね、単独で売られてる赤道儀にも対応しますので、ほぼね、同じものですのでね、どちらにも対応しているということです。一応ね、AZEQ アバントとの違いはね、スタークエストはね、公には携帯として使えないってことになってますが、このようにね、90のところにね、合わせればね、携帯としてね、使えるんですね。ただそうして使った場合、ここにあるね、ストッパー機能がね、働かなくなっちゃうんで、ちょっとね、お子様が携帯としてね、扱うにはなんかね、急にカッコーンと言ってね、今やっちゃったけど急にカッコーンと言ってね、ここの手にこうやって挟まる恐れがあるので、私としてはね、スタークエストは携帯として推奨はしません。特にお子様にはしません。ただね、自己責任能力のある大人だったら別にね、自己責任でお願いします。ということで余談でしたが、モータードライブを取り付けていきましょう。はい、まずはね、モータードライブのここクラッチがあるんですけれど、これね、ロックじゃない方向に回して緩めてください。まずこれがね、最初の手順ですね。そしたらね、赤道儀の設計軸とモータードライブをこのようにはめていくんですけれど、このようにね、やらなければならないことが2つあります。まずはね、ここについているラバーのね、保護のためにあると思うんですけれど、これはね、取っちゃいます。それとね、あとここに平らな部分があると思うんですけれど、ここのね、平らな部分とここのね、ちょっと芋ネジがついてるの分かりますか？これがね、同じ方向を向くようにちょっとね、回してやります。はい、今ね、平らな方がね、上向いてますよね。で、芋ネジも上向いてますので、この状態でね、組み合わせます。で、それが終わったら芋ネジをね、この細い方の六角を使って締めると、そういうことです。はい、締め終わりました。締め終わったらね、次にね、ここのね、接合部分をここに付属のね、ボルトで締めていくわけです。はい、組み立て方としてはね、それだけですね。ここの芋ネジをつけて、ここのね、ボルト2つを固定すると、それだけです。それではね、早速ね、電池を入れていきましょう。パッカン。電池は単3電池2つ必要です。ということでね、単3電池を入れます。あとはね、このスイッチのね、今オフっていうところになってますが、 N にすれば北半球で星が追尾できるモード、 S にすれば南半球で星が追尾できるモードになります。私がね、いるここはね、日本ですので N にします。星の追尾中はこのランプが点滅します。はい、それではね、赤道儀を再び三脚につけました。それではね、今からね、微動ハンドルをつけたいと思います。クランプがね、緩んでいることを確認してハンドルをつけると、こうやってね、手動でもね、動かせるようになってるわけですね。で、ちょっと一回電源を落としてこうロックにして、で再び電源を入れれば、今はね、自動で追尾するモード。あとね、これをね、言わなきゃいけなかったなと思うんですけれど、実はね、オートガイダーのね、ポートがついてます。例えばね、聖夜写真などにもね、挑戦できるということですね。うまく撮れるかどうかは腕次第だとは思いますが、とりあえずオートガイドのね、端子がついてるってことです。ということでね、今までスタークエスト赤道儀で手動でしかね、動かせなかった赤軸がですよ、モータードライブによって星を自動で追尾できるようになりました。
でね、このアップ日からね、多分もう来週になると思うんですが、火星がね大接近するときはね、望遠鏡をねかなり高倍率にしてモーターで追う。手で追うとね、手の振動が伝わってしまって、なかなかね高倍率で観察できなかったね惑星の表面の模様ですとか、そういったものがこのねモータードライブをつけることでかなりね楽に観察できるようになります。ということでね、今日は残念ながら曇天なので、これでビデオを終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。